蟹座さんの皆さん、こんにちは。今回はこちらを見てくださっている蟹座の皆さんに、間もなく起きる急展開というテーマでリーディングをさせていただきます。タイムレスリーディングとなりますので、見た時がタイミングとなります。ぜひご視聴ください。そしてですね、今回はこちらのタロット、オラクルカードを利用してご自身でもお気づきになっていない奥の深いところもね、見ていきたいと思うんですけれども、現状の蟹座さん、そして、テーマである間もなく起きる急展開の蟹座さん、そしてアドバイスという形で2枚ずつタロットを引かせていただいた後に、さらにね、そこからの深掘りで、アドバイス、そしてこの度のテーマであったりとか、ラッキーカラーがあるときは直感的にラッキーカラーもお伝えさせていただきたいと思うのですけれど、ちょっと盛りだくさんでね、紹介していこうと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しく思います。それではスタートです。はい、それではまずですね、現状から見ていきたいと思うので、タロットカードでね、2枚同時に1枚ずつ引かせていただいて、同時に見ていきたいと思います。はい、こちらが飛び込んでまいりましたので、こちらと、はい、もう1種類のね、タロットで見ていきます。はい、こちらです。じゃあね、こちらから見ていきます。せーの。はい、ワンドのナイトです。はい、じゃあせーの。はい、ペンタクルの1番が出ています。いいですね。はい、まずですね、すごくこう物質的、現実的な豊かさっていうものをすごい五感で感じている部分っていうのをね、直感的に今メッセージから感じているので、見てくださっている方、皆さんね、どこか何かこうちょっと落ち着いたなっていうことが終わりだったりとか、経済的な何かこう豊かさというものに対してちょっとね、一息ついたというような部分もね、終わりになる方が多いのかなという印象があります。あとは何かこう円満ですよね。恋愛で言うと何かこう自分がフリーだった方はですね、片思い中とかそういう方は何かいい出会いがあって、ちょっとこう発展できるような何か含みを持った関係性のつながりができたよっていう方もいるでしょうし、あとね、パートナーがいらっしゃる方は何かこうあることがきっかけで絆が生まれるようなこと、それがさらにご自分の感情的なね部分での充足感であったりとか幸せ感であったりとか、そういう部分をご自身が感じているというふうにですね、ご自身の感情的にも物質的な部分においても今まで以上にと言ったらいいのかな、今現状としてはほっとしていたりとか安心であったりとかっていう部分の面がね、一面があるかなというふうに思うのと、そうやってご自身が波動が上がっている分、何かきっと意欲的にやりたいっていうことが湧き上がっている方も多いのかなっていうのがこちらのカード、ワンドのナイトが出てるのでね、すごい充足感の中でいろんな希望で自分の意識が拡大してるっていうのは素晴らしいことで、やっぱりこういい時期なんだなっていうのをこちらからも感じるわけなんですけれど、どこかそうやって進みたいっていう中で焦りが出てきちゃってるかなっていうのも若干感じますよね。すごいね、こうポジティブなお気持ちで前に進んでるっていうメッセージが出ているので、順調なんだけど、でもやっぱりこう何かに取っかかる時とか始めたりする、その始めの時ってご自身のペースをつかむのにちょっと難しいなっていう時期ってありますよね。そういう時期なのかなっていうのもね、今感じるんですけど、その自分が今ちょっと慣れないことをやっていたりとか、充足感の中でね、何かを始めようとしている、すごいいい意味で充実しているっていうお気持ちと、反面早く何かものにしたいとかね、ご自身の中でさらなる飛躍を求めたいとか、あともうちょっとなんだけどなっていうような焦りだとか不安、そういう中でちょっとこうご自分のお気持ちが先に立ってしまっていたりとかね、ペースを早くっていうことでですね、気持ちばかりが焦ってしまうっていうようなところの反面もね、あるのかなと思いますけれど、でもですよ、ペンタクルの1番なので、すごくね、ご自分の中でやっぱりこう何か
一段落ついているような、落ち着いているような、そういう一面が今ね大きく感じられているような部分が占めているのかなっていうふうに思うので、このまま進んでいただければね、何かこう展開が待っているような部分っていうのを秘めたメッセージ性をすごく感じるので、ここからね間もなく起きる急展開でどういう風になっていくのかっていう部分もすごく楽しみ含んでいると思うので、早速そこを見ながらですね、アドバイス的なカードとかね、テーマとかご自身のそのカルマ的な部分のテーマとかね、そういう部分も紐解いていけたらいいかなと思います。こちらです。はい、続いてこちらです。はい、ですね、いきなり5枚も出ました。こういう時ってあるんですよ。で、ちょっとねこれ多いかなと思うんですけど、ちょっと5枚見ていきたいと思います。これ多分こういう形でストーリーになってるんだと思うんですよね。ちょっと気になるので見ていきたいと思います。はい、じゃあまずこちらから見ます。せーの、忍者のカードです。そして間もなく起きる急展開、せーの、はい、ワンドの3番、そして力、太陽、これね最後に最後というかここに置いときましょうね。はい、そして愚者のカード、最後にカップの3番が出ています。はい、まずね1枚単独で出てきてくれたカードですけど、これがね一番強く起きるメッセージ、間もなく起きる急展開としては、ご自身の中でやっぱり考え直したいなって思うような出来事が起こってきたりとか、一人になってやっぱり内省という形でですね、しっかり見つめていきたいなっていう事柄が出てくるっていうメッセージですよね。で、人によってはそれがお仕事の関係であったりとか、人間関係の部分で言うといろんなね関係性っていうのがそれぞれに終わりだと思いますけど、そういう関係性の中でこのままの関係性でいいのかなとかですね、あとはこういう風なね人と出会いたいなとか、いろんな夢や希望という形であったりとか、ご自分の今の現状に対してちょっと修正を加えていきたいなというような、ご自分の中での軌道修正というようなね考えの転換期であったりとか、いろんな部分でご自分にとって何か一番求めているようなものなのかとかですね、すごくご自分の本質と向き合いたくなるような部分というふうにね一番感じます。なのですごく何か人生にとって重要な時期というかね、ご自分の中でしっかり組み立てていきたいというようなことであったりとか、プランですよね。そういうプランをしっかりねご自身の中で組んでいきたいなっていうふうにですね、何か真剣さを持っているような、そういうものを含んでいるメッセージなので、思い当たる方はですね間もなく起きるんじゃないかなというふうに感じます。で、その起きた時にじゃあどういう流れになっていくのかなっていうのを見た時にすごく明るいんですよね。で、ご自身がやっぱり今このタイミングで何か起こそうとしてるっていうその魂であったりとか、ご自分の本質からハイヤーセルフからのそういった願いっていうのかな、そういう風なメッセージであったりとか、そういういろんな含みがあるのですけれども、どちらにしてもですね、そんな重く考えないでいただいて全然大丈夫で、まずはワンドの3番が出てました。で、ワンドの3番が出ているので、やはりねご自身の中で今すごく充足感があるよ。でもその中でやりたいこととかね、自分の中の希望、意識がすごく拡大している状態で、やっぱりそのさらにステップアップの部分をねちょっと焦ってやっていきたいなとかね、早くそれを軌道に乗せていきたいなっていうような焦りを感じている方も若干いるかなっていうメッセージでしたよね。そういう部分の中で一つご自身がやはりね希望であったりとか、これからの人生のこうやって忍者の中でねご自分が自分と向き合ってですね、いろんなことを見つめていく中で、やはり未来への期待であったり希望、あとは挑戦
的な部分ですよね。そういう意欲的な部分がすごく湧き上がってくるっていうことですね。なので、お人によっては人生の転換期迎えるような方もいるかもしれないですね。すごくこう考えたくなってどうしようもないっていうような方もきっとね、中には出てくると思うのですけれど、それもやはりね、ご自分のタイミングとしてはすごく必然ですよっていうようなメッセージですよね。その中でやっぱりこう自立っていうことが一つキーワードになってくるのかなっていうのがこの力のカードなわけなんですね。で、この度の蟹座さんはすごく何かこう本気、これからのことに対してすごく本気に考えている部分っていうのをこの力のカードから感じます。しっかり大地を踏んで、グラウンディングもしっかりできているので、自分の軸、一旦決めたことに対してブレない、揺れないみたいなね、そのやるってなった時には自分の中で目標をしっかりとね、ワンドの3番出てますから立てて確立して、新しいことに何か挑戦したりする方も出てくるんでしょうけれど、新しいことだけではなくって、今までのご自分の中の気持ちのね、なんかこう周りに流されてしまっていたりとか、家族に気を使っていたりとか、いろんな意味でご自分の軸っていうものに対してやっぱりブレてしまってた部分っていうものを軌道修正していこうっていうようなすごいこうしっかりとした自分軸みたいな形の自立心であったりとか力っていうのも示してきているので、お仕事とかパートナーシップという関係性だけではなくって、ご自分の心の在り方であったり心の置きどころに対しての、ご自分の中での転換期っていうか迎える方もねいると思います。で、それがご自分にとってのすごい最善の喜びなんですって。やっぱり太陽が出てますからね。で、これがやっぱりね、この力が出ているので波動が上がるんですけど、しっかりと根付いて大地に根付いているので、なかなかこの度はブレません。今までであればやっぱりちょっと波動が上がると本当にそれで大丈夫なのかなっていうようなね、焦りや不安今感じているようなお気持ちが前に出てしまうんですけど、やっぱりこの太陽のカードが出ていて、しかも力のカードですから、ご自分の軸をしっかりと持ってブレずに波動を上げていくことができるような時期を迎えますよっていう風にですね、すごく分かりやすい風にですね伝えてきてくれてます。で、お人によってはすごいね仕事に対して、副業的であったりとか自由な考え方、フリーランスっていうようなやり方でもいいんじゃないかなとか、もっと違うね職であったりとか、もっと違う働き場所があるんじゃないかなっていうような思考の変化が訪れて、やっぱり自由なアイデアであったり自由な行動っていうのをこれから取っていく人も出てきますよっていうことですね。なので年齢は関係なくって、やっぱりね、これだからもう私はもう一回ね仕事も辞めたし、だからみたいな風にですね、ご自分をやっぱり固定観念で縛るような今までの観念ではなくって、何かできるんじゃないかなっていうアイディアから、やっぱりね今いろんなフリマアプリだったりもありますし、何事でもね何か始めようとするといろんなことができる時代になってますから、やっぱりね取っかかりがいろんな取っかかり口があるんですよね。そういう中での自由な発想で、年齢に関係なくご自身の中でスタートができる、そういう時代になっているので、その考え方がねご自身の中でいろんなオープンなお気持ちが溢れ出てくるよっていうことが、この愚者のカードからのメッセージですね。そういう中でですね、もしかしたら助け人、なんか仲間でやらないとか、楽しんでサークル的な感じで楽しみながらやりませんかとかですね、そういうふうに仲間の輪が広がっていくような方も出てくるっていうふうにですね伝えてきてくれているので、決して一人で何かをやるっていうことだけではなくって、何か横とのつながりがそれによって拡大していきながら、ご自分が楽しくねこれから生活をしていくようなことっていうのが間もなく起きてくる、そのきっかけとなるのが間もなく起きる急展開のね取っかかりが、やはりご自分の中でちょっと一人でやっぱり考えたい、これからのことも真剣にやっていきたいなっていう風な、何かご自分の中での心の変化っていうのが訪れて、どんどんと続々いろんなことがずるずると起こってくるみたいな風なね展開がやってくるよっていうことをですね伝えてきてくれてます。要はですね、何か楽しいことをやりたいとか、もっと生活を充実させていきたいなとか、今ねさらなる充実っていう部分で求めている部分でね、何か視野に入れている方っていうのが多いのかなっていう印象もありましたけれど、やはりこの
タロットからもですね、そういう展開のストーリーがですね、ズルズルズルっていう風に流れてきてました。これすごい珍しいことなんですけど、やっぱりね、何かこう発展する時期っていうのを蟹座さん迎えそうですね。なのでやはりね、今見ている時がタイミングですから、ぜひね、この中からヒント的にね、ご自身の中で何か考えたいなっていう風に思った時がきっかけですからね、そういうのを利用していただけるといいかなと思いますけれど、その意味でのね、何かアドバイスであったり注意する点っていう部分からね、アドバイスを見ていきたいと思います。こちらです。こちらとこちらのタロットからも見ていきますね。このタロットね、今日すごい勢いがあります。3枚出てきましたね。結構注意する点とかアドバイス知っておいた方がいいものがあるのかもしれないですね。あとね、テーマ、この度のテーマもね、ちょっと見ていきたいと思いますね。はい、こちら。はい、テーマ、キーワード、あとね、もし直感的にラッキーカラーとかそういうね部分も気になったらお伝えさせていただきますが、まずはね、こちらから見ていきます。せーの、ペンタクルの8番です。そしてはい、せーの、はい、まずは、忍者のカードです。そして運命の車輪です。そしてカップの4番が出ています。ちょっとこれ一旦見づらくなっちゃうのでまとめますね。こうさせていただきます。はい、そしてこの度のテーマ、ちょっと開けてみちゃいましょう。せーの、はい、カップの3番です。はい、そしてですね、キーワード的なもの、せーの、はい、こちらです。はい、まずですね、ペンタクルの8番が出てます。で、先ほど、力のカード、こちらでね出てたと思うんですよ。で、自立するタイミングなんだっていうようなことを伝えさせていただいたと思うんですけど、やっぱりね、それにあたってご自分がなりたいものとかやりたいこととかね、ご自分の中でやっぱりこう青写真的なものがイメージできたりすると思うんですよね。それはその仕事とか何かこう新しいことを始めるとかというだけではなくって、人間関係の中でもうこういう関係を終わらせたいなとか、そういうことも一つご自分の中での自立の一つになってくるかなっていうふうに思うんですけれど、やはりね、そうやって何かご自分の中で不要なことであったりとか、先に進む上で必要だなっていうふうに思うような時、そういう事柄、そういうものに対して真剣に向き合って、やっぱりね、ご自分の中で努力をしていくような部分がこれから必要になってくるよっていうことですね。そしてそれに対して何かご自分の中でイメージが湧いたら、迷うことなくやっぱりそれに対して一心にね、エネルギーを集中させていくことによってエネルギー的にも動かすことになるので、そこのね、自分が見たいなっていうふうに思うものに集中すればするほどに、そこの映像というか、そういった現実が拡大していくというようなことをですね、メッセージがアドバイスで伝えてきてくれてます。で、そういうふうにご自分が願った方向に道が開いていくよっていうこともですね、こちらが示してきてくれているので、やはりご自分の中でね、ワクワクであったりとか、いろんなこういうふうなことの関係性をもう終わらせたいなっていうことはもう思い切っちゃうみたいなことですね。そういうふうにですね、伝えてきてくれてます。で、ここにアドバイス3つあるんですよね。で、やはりね、忍者のカードここにも出てきてるんです。で、結構本当にご自分の中で思い悩んでしまったりとか、ご自分を本当にこうで本当にこれでいいのかなっていうような、心とご自分がしっかり向き合うような時間っていうのがね、やっぱ必要になってくる。で、そういう時間をしっかり取ることによってご自分の中で迷いがなくなりますからね、こう決めやすくなる。先ほどもね、迷
うことなくコツコツとねご自分が努力していく、その一心にね迷うことなくその一つのことにフォーカスすることによってっていうようなメッセージお伝えさせていただいたと思うんですけれど、やっぱりそういう流れがねここ2本同じように意味合いでアドバイスをくれています。で、運命の車輪が出ているので、とにかくことが起きたらもうご自分の中で5なんだっていうことも一つね頭の片隅に入れておいていただくといいですよっていうことなんですね。で、やっぱり今までの固定観念ってどうしても頭っていうのはご自分を守ろうとしてですよ、全然そのネガティブだとかなんとかっていうことを抜きにしてご自分を守ろうっていうような姿勢の中でいろんな頭の思考っていうのが働いてくるんですよね。で、そうする時ってやっぱり新しいことに対して止める、ストップをかけるような思考っていうのがやっぱ浮かび上がってきやすいわけなんですね。で、そういうふうにすると動けなくなったりとか行動したいと思ってたんだけどやっぱり違うのかなっていうような思いっていうのがまた出てきて、同じようにまた考えてしまって自分と向き合う時間を作らなくちゃならないっていうふうにですね、同じようなルーティングでずーっと時が経ってしまって、結果的にじゃあチャンス逃しちゃったみたいなことももしかしたらなきにしもあらずっていうところもあるんですね。なので思い切っていいなと思った時はもうその流れに身を任せるっていうこともですねすごく重要になってくる。なんか流れが早くやってくるっていう風に伝えるとですね、やっぱりちょっと焦りも出てきてしまうとは思うのですけれども、焦る必要は全くありません。そして何度でもご自分の中にチャンスっていうのはやってくるので、1がダメだった時にダメだったっていう風に思うのではなくって、これは必然なんだとかですね、ご自分の中でまたチャンスが巡ってくるなとか、これはタイミングじゃなかったんだとかですね、いい意味付けをするっていうのも運命の車輪から伝えてきてくれてるメッセージなんですよね。なので悪い意味で受け取るのではなくて、ご自分にとっていい意味でポジティブに受け取っていくっていうのもですね、運命の車輪を引き寄せる流れを作っていく一つになりますから、ぜひねこちらもヒント的にご利用ください。そしてこれが気になるんですよ。カップの4番。やっぱりねどうしてもやっぱりいろんな私もいろんな人をリーディングで見させていただいてて思うのは、一時伝えた時はすごくわーってなるわけですよね。わーってなって本当にいろんな希望が出たりとかやってみようっていう風になるんですけど、やっぱりねどっかご自分の中ででもめんどくさいなとか退屈になってきちゃったなとかなんか時間が足りないなとか、そういうふうにですねやっぱりご自分がご自分を否定してしまうようなお気持ちっていうのが出てきてしまう時っていうのが誰しもあったりしますよね。で、そういう流れの中でせっかくのねチャンスをスルーしてしまって気づかなかったなんていうことにもなりかねないっていうふうにですね感じるわけなんですけど、これがねなかなかのくせ者で、やっぱりねしっかりとご自分と向き合うっていうところの中でこういうお気持ちがちょっと出てくる。いやでもねやりたいんだけどちょっと時間もないしめんどくさいしちょっと後にしようみたいな風に回すっていうことのないようにっていう、それだけはねちょっと気をつけていただきたいなというところでお伝えさせていただきたいなと思います。で考えるこのね忍者のカードってやっぱりご自分としっかり向き合う時間っていうのが大切ですよって言って、その自分でしっかり向き合った時間をこの時間だけっていう風にねしっかり時間を決めるっていうのも大切で、それもねここからのヒントとしてのメッセージなんですね。で、どういうことかっていうとご自分がやっぱりね考えている時っていうのはそのね考えを延長して例えば他のことをしてたりとかってよくあるんですよ。で仕事なんかされてる方は分かりやすいと思うんですけれど、ずっと頭では別のことを考えている。だから今ここというタイミングにいられないっていうところで何かヒント的なチャンスのお話が舞い込んでるんだけど、自分の中ではこれをどうしたらいいかなっていうような向き合うようなお気持ちと思って真剣にね自分と向き合ってるつもりなんだけど、今このタイミングここにいないからチャンスの気持ちがなかなか聞き取れない。そういうこともですねこのカップの4番が伝えてくれてるわけなんですよね。ちょっとお話が上の空的になって聞いてしまっていて、チャンスだったことを聞き逃してたりしちゃうこともあるよ
っていう風にですね伝えてきてくれているので、やっぱりねこうオンオフをねしっかりとつけるっていうのがこのタイミング、見てくださってるこのタイミングですごく重要な期間になってきます。やっぱりご自分にとって大切だなっていう風な時間、人生ってねこういろんなこと考えることってありますけど、自分にとって大切重要って思うことってやっぱりねそれなりにねこう切っても切り離せないっていうかね、そういう風なことになりがちなんですね。なのでそういう時間を1時間って言ったらもうタイマーで1時間で決めて、考えたことはもうノートに記したりして、1時間経ったらもう本当に違うことに対してやってることを集中するっていうのがですね、このタイミングで幸運、太陽ですよね、さっきのありましたよね、太陽を引き寄せていく究極のポイントになります。ぜひねここは頭の片隅に入れといていただきたいと思うんですけど、そこからいろんな可能性、愚者ですからもう本当にアイディア湧いてきて、ご自分の中で、無限の可能性が出てくるわけなんですよね。そういう風に伝えてきてくれているので、ぜひね本当の意味でご自分が自立して、もうご自分のやりたいことっていうのを存分にやっていく時代が来るんだっていう風な気持ちで前にね進んでいただきたいなという風に思っています。そしてですね、そしてねこのカップの3番ですよね。もうびっくりしました私本当。このねカップの3番でいろんな横とのつながりが増えて、ご自分のね人生的な部分でこういろんな楽しみが出てきたりとか、ワクワク感が出てきたり、意識の拡大、いろんなねご自分の中のポジティブな意識を人ともね共有しながら調和を持ってね過ごしていけるような時代が来るのかなっていうようなメッセージの含みありました。でその流れの中でやっぱりこのカップの3番がテーマになっているご自身の中で、もしかしたら今ねすごくペンタクルの1番が出てたので充実はしてるんだけれど、やっぱりもうその先を見てみたいなとか、ちょっとねご自分の中でもうちょっと違うステージあるのかなっていうような次のステージに進むためのねシグナルであったり、ご自身の中でちょっと飽きちゃったなっていうような気持ちが出てきてる部分っていうのが若干おありな方もいたかもしれないですね。そういう流れの中でやっぱりこういろんな方と出会いたいとかね、出会いの場所を増やしたいとか、やっぱご自分の気持ちをもっとポジティブにしていくというような、何かねこう意識の拡大っていうようなことが少しテーマになっている部分あるのかもしれないですね。もっと他の人と喜べるかもしれないとか、もっと楽しいねなんか自分の中の生活感っていうか、そういったものがあるのかもしれないとか、そういうことがテーマになっているのかなっていうふうに思いますし、あとはですね何かこう結婚とかね、そういうものを求めている方もいらっしゃるでしょうし、いろんなテーマがあると思うんですけど、一つのね何かこう楽しみであったり、新たな何かご自分の中のステージっていう風に捉えていただけるといいかなと思うんですけれど、今のステージよりもさらにご自分の中での充実したものって何かなっていうのがね一つテーマになっているのかなっていうところで、何か一つねご自分が今まで一心に努力してきたことであったりとか、取り組んできたことが落ち着いて、次の部分で求めているものがこれから動き出していくみたいな風にね感じます。はい、それでですねやっぱりねご自分の中でそれだけね波動が上がっていたりとか充実してる証拠なんですよね。でキーワードのところで、Protect Your Dreams って書いてますけれども、ご自身の夢を守りましょうってじゃあどういうことっていうと、やっぱり最終的には周りとの協調性で調和を持って横とのつながりが増えていくっていうところはあるのですけれど、今何か急展開で起こるタイミングとしては本当にこのままでいいのかっていうところで大きな分岐点を迎える方も中にはいると思います。でそういうふうに分岐点を迎える時っていうのはやっぱりこう明らかにしてしまうと、周りにねご自分の思いとか夢とか希望とかをあまり話してしまうと、周りの人の想念ってやっぱり自分のエネルギー的に強くね影響してしまうこともあったりします。でしっかりそれを守れればいいんだけれども、やっぱりそういうエネルギーの守り方とかっていうのもそんなねみんなじゃあ
は守ってくださいねって言われてもわからない部分もありますよね。そういう流れの中でご自分のなりたいこととかやりたいこととか落ち着くまではまだご自分の胸にしっかりしまっておきましょう的なことを今こちらのメッセージから感じるんです。なので親しいと思っている人にこそ今はシークレットみたいな風に頭の片隅に思いながらご自分できっとね進めていく中で今だったら伝えても大丈夫だなっていうタイミングって出てくると思うので、まだご自分がそんなに確立していない焦ったりとか不安とかまだ出てくるなっていう時はですね絶対シークレットっていうところを頭の片隅に入れながら進んでいただきたいなっていうふうに思うのと、ちょっと不安を感じた時はやっぱりですね森林森を見たりとか公園に行ったりとかその緑に癒される部分っていうのがあるのかなっていうのもこちらから感じます。でそういうふうにですねご自分を意識しながら整えていく、自分自身でね意識することっていうのができますから、そういうふうにね周りに何かを伝えてっていうことではなくって自分の中で完結できるようなことでですねお気持ちを整えていくっていうのが今はすごく大切になってくるのかなっていうふうに思うので、緑を意識するラッキーカラーというよりかは緑を意識することによってご自分のそのバロメーター、心のバロメーターが落ち着いていくよというようなこともこちらからね感じますので、ぜひご参考にしていただきたいなというふうに思います。あとお一人になった時にどうしても考えが浮かばないなっていう時は眠る前にねやっぱり天使とか大天使とかねそういうふうにアセンテッドマスターとかっていうのもいますけれども、そういうふうに自分がわからないことっていうのを夢で教えてくださいなんて言うとですね案外教えてくれたりとか夢で見せてくれたりするっていうこともありますから、ヒント的にねそういうふうにご自分が眠る環境を整える、あんまりごちゃごちゃしたものを置かないっていうのも一つ大切な部分になってくるかなと思います。本当に眠る時はお布団と携帯も置かない方がいいですよね。お布団と目覚まし時計ぐらいかなっていう風な感じでシンプルにね眠る、こういう時はもう本当にシンプルに就寝するといいと思いますので、ぜひねこういう本当に何か展開がすごいねお知らせ的なこと満載でした。なのでそういう時はですねぜひご自分に集中しやすいように眠りの習慣、眠りを整えるっていうこともですね頭の片隅に入れながらお過ごしいただきたいなというふうに思いますので、ぜひねご活用いただきながら頑張ってください。いかがでしたでしょうか。蟹座さんのリーディングは以上となります。少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけますと嬉しく思います。それから皆さん、いつもコメントの方も本当にありがとうございます。これからも全部拝見させていただいておりますけれども、ぜひ書いていただけると嬉しく思います。それではですね、この本当に急展開って感じなんですけど、蟹座さんですよね、こちらのタロットオラクルリーディングによって最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しています。それではまたお会いいたします。ありがとうございました。